ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、米プロ女子バスケットボールリーグ WNBA が揺れているという話題についてよ。現在、元 NBA 選手のエネス・カンター・フリーダムとロイス・ホワイトが自らを女性と自認するとして2027年ドラフトへのエントリー資格を宣言したことで女子バスケ界に大きな衝撃が走っているの。元 NBA の男性選手が女子の WNBA のドラフトに出るって宣言したと。ナンバシトット。もともとが男性のプロ選手やった人たちが、急に、私は女性ですって名乗って、女子のリーグに入ろうとするなんて、どう考えても、ルールがおかしいやろ。女子バスケの選手たちへの冒涜やし、めちゃくちゃ荒れそうばい。ニュースでチラッと見とったけど、裏では、とんでもない大問題になっとるとね。今日は、元 NBA 選手2人が、なぜ WNBA へのエントリーを宣言したのかという驚きの目的。そして曖昧な規約を放置してきたリーグが陥った絶体絶命の板挟みと広がる波紋について徹底的に解説していくよ。元 NBA の選手たちがそんなことするなんて絶対になんか裏の意図があるはずばい。表面的なニュースでは男性が女子リーグに参戦で騒がれとるけど絶対にただの冷やかしやないね。うち、こういう複雑なスポーツのルールや権利の話はあんまり詳しくわからんけど、女子スポーツの公平性が脅かされとる話なら黙ってられんばい。視聴者のみんなが心の中で思っとるツッコミをうちが全部代弁して毒舌吐かせてもらうけん、しっかり教えてちょうだい。それじゃあ、順番に詳しく見ていくよ。まず、WNBA のコミッショナーであるキャシー・エンゲルバート氏は、この事態を受けて各球団に緊急メモを送付したの。そして、今週開かれる、球団社長や GM によるタスクフォース会議で、この協議を続けると発表したんだよ。女子リーグが誰が女性としてプレーできるのかという根本的な問題を公式に審議せざるを得ない事態に追い込まれた形なのよ。コミッショナーも慌てて緊急メモを送るくらい一大事になっとるわけやね。そりゃ、そうよ、男の人たちが普通に女性を自認するだけで女子のリーグに出られるなら女子バスケの存在意義そのものが揺らいでしまうばい。で、その元 NBA の2人って本気で女子のチームに入ってプレーするつもりなんかと？そこが一番のポイントなんだけど、実は2人の狙いは実際の選手復帰ではないのよ。ロイス・ホワイト氏は取材に対して目的はリーグに資格基準を明確にさせることだと明言していて、その基準とは一体何なのか知りたいと述べているの。エネス・カンター・フリーダム氏の発表もバスケットボール復帰というより WNBA がルールを運用する方法そのものへの異議申し立てに近いと現地メディアは分析しているんだよ。選手として復帰したいわけやなくてリーグのルールを試すためのパフォーマンスってことたいね。お前らの規約はガバガバやからこういう矛盾が起きるんだぞって身をもって突きつけとるわけやん。なんちゅういやらしいやり方をするんと。でもあながち間違っとらん気もするばい。そうよね。つまり、二人とも性自認を表明するだけで資格を得られるという規約の抜け穴を意図的について、リーグに明確な基準策定を迫る政治的パフォーマンスとして動いているの。ちなみに、ロイス・ホワイト氏は、ミネソタ州上院議員選挙の共和党予備選の候補者でもあって、自身の政治活動とも深く重なる動きだと言われているんだよ。政治家の候補者やったんか。そりゃあ売名行為も兼ねて、あえて、こういう世間がざわつく話題を仕掛けたってわけやね。政治の駒に女子バスケが使われとるみたいで、なんだか嫌な感じばい。キャシー・エンゲルバート氏は、メモの中で、この問題を複雑で繊細と表現したの。だけど、生物学的な性別という事実そのものは、本来複雑でも繊細でもないのよ。むしろ、この問題を複雑にしているのは、性自認さえ表明すれば、誰でも女子リーグに参入できるという、規定の曖昧さを放置してきた、リーグ執行部の姿勢そのものだと言われているの。ほんとそれたい。私は女性ですって言えば何でも通るっていう甘いルールを作っとるからこういう隙を突かれるんよ。ルールをちゃんと作らんかったリーグの自業自得やん。SNS 上でも卵巣を持たずに生まれたなら女子リーグではプレーできない。それだけの話だとの批判が吹き出してこの話題は一気にトレンド入りしたの。選手会も政治の駒として利用されないとの声明を出したけれど火消しに追われている印象は拭えない状態なんだよ。SNS でも当然大炎上しとるよね。女性アスリートたちが積み上げてきた努力の場が政治の実験台にされるなんて許せんもんね。二人の狙い通り WNBA は今まさにまともに指名すればリーグの根幹が崩れるかといって指名を拒めば自らの規約の矛盾を認めることになるという最悪の板挟みに置かれているの。
ルールの曖昧さを放置してきたツケが最も避けたかった形で回ってきたと言えるわね。今週のタスクフォース会議でリーグがどこまで踏み込んだ結論を出せるかが最大の焦点となっているのよ。どっちを選んでも地獄の選択肢やん。規約のガバガバさを放置したツケは高い授業料になりそうばい。で、他にもこの問題でなんか動きはあると？実は先月 ESPN に掲載された記事の中でインディアナフィーバーのガードであるソフィー・カニンガム選手がトランスジェンダーの少女や女性が女子スポーツに参加することを禁止すべきだという意見を表明したの。このソフィー・カニンガム選手の発言は先週フィーバーが遠征していたシアトルやポートランドで小規模な集会や抗議活動を引き起こしてしまったのよ。現役の選手が自分の意見をはっきり言っただけでそんな大騒ぎになっとると。アスリートが自分の考えを言うことも許されんのってなんだか窮屈な世の中ばい。6日の夜に行われたフィーバー対ラスベガスエーセスのホームゲームでは抗議活動を行う人が一人だけいたの。そしてインディアナは8日にシカゴを訪れる予定で、その試合に先立ち2つの保守系団体がソフィー・カニンガム選手を支持する集会を計画していたんだよ。選手を支持する団体まで動き出しとるんやね。もう試合そっちのけで場外乱闘が激しくなりそうばい。WNBA はこの件に関して何か公式なコメントを出したと？ WNBA はこの件に関して現時点では公式なコメントを発表していないの。でもキャシー・エンゲルバート氏はこう述べているわ。リーグは常にこの問題に思慮深く敬意を払い、リーグの長年の価値観に沿って取り組んでいく。第2に、他のリーグや統括団体とは異なり、当リーグの選手資格規定は団体交渉によって定められている。最後に、試合の健全性を維持し、公正な競争を確保することは、常にリーグの最優先事項であり続ける、ってね。当たり障りない優等生なコメントばっかりで、肝心の基準をどうするのか全然わからんね。団体交渉によって定められているって逃げようとしとるようにしか見えんばい。リーグの団体交渉協定には WNBA でプレーできるのは女性選手のみと明記されているんだけれど、性自認や出生時に割り当てられた性別に関するより具体的な記述はないのよ。やっぱり具体的な性別の記述が抜けておったんやね。そこを突かれたら、そりゃあ反論で金売。キャシー・エンゲルバート氏はメモの中でこれは複雑で微妙な問題であると認識しており、今後数週間、数ヶ月にわたり皆様及び選手会と重要な対話を続けていきます。また、参加を希望するチームリーダー向けに追加の話し合いの場を設け、意見交換会も開催する予定です。皆様のご意見やフィードバックは非常に貴重であり、すでにご意見をお寄せいただいた方々に感謝いたします、と述べているの。話し合いの場を設ける言うても、時間稼ぎにしかならん気もするけどね。ここで、全米女子バスケットボール選手協会の反応はどうやったと？全米女子バスケットボール選手協会は7日にソーシャルメディア上で声明を発表して多様性と包括性を強調するとともに、自分たちは政治的な駒として利用されることはないと強く主張したのよ。選手会としては政治の道具にすんなって怒るしかないよね。なんて言っとったんと？選手組合はこう述べているわ。私たちは正義、公平、多様性、そして包容性を尊重します。これらは組合を一つにまとめ、女子スポーツを守りながら変革をもたらすことを可能にする価値観です。トランスジェンダーの人々を含むいかなる個人または集団に対する憎悪、虐待、そして悪魔化は恐怖、分断、そして害を助長するだけです。私たちは今後も困難な議論を続けていきます。しかし、政治的な駒として利用されることは決してありませんってね。綺麗な言葉でまとめるしかなかろうけど、現場の選手たちは内心ビクビクしとるやろうね。で、選手やコーチの間でも意見が分かれとると？そうなのよ。シアトルストームのセンターであるステファニー・ドルソンやミネソタ・リンクスのコーチであるシェリル・リーブなど WNBA の選手やコーチの中にはトランスジェンダーのアスリートを支持する声を上げている者もいるの。リーブ氏は8月1日に私たちはトランスジェンダーの子供たちを守る必要がある。私にとってこれは人権問題だ。すべての子供にはスポーツをする権利があると述べているんだよ。人権問題だって言われたらそれ以上反論しづらい雰囲気になるよね。でも元男性選手が女子リーグに入るのとはまた別の話やし、選手の間でも意見が真っ二つに割れて収拾がつかなくなっとるばい。ここで、この大荒れの WNBA の騒動について、ネットのユーザーたちは、どんな反応を示しとると？ネット上でも、この前代未聞のエントリー宣言に対して、ものすごい数のコメントが寄せられているの。
いくつか紹介するとね、元男性プロ選手が女性を辞任するだけで女子リーグに出られるなんて女性アスリートに対する侮辱だ。規約の抜け穴をついたホワイトたちのパフォーマンスはあっぱれ。曖昧なルールを放置したリーグが悪い。スポーツの公平性を守りたいなら、生物学的性別でカテゴリーを分けるのは当然の権利だ。選手会は政治の駒にされないと言うけれど、すでにいいように振り回されているじゃないか、というように、リーグのルールの甘さを批判する声や、女性スポーツの公平性を訴える声が殺到しているのよ。やっぱり、ネットのみんなも、ルールの甘さが招いた自業自得や、冷ややかな目で見とる場合。女性アスリートが積み上げてきた土台が、こういう政治のパフォーマンスでめちゃくちゃにされるのは、本当におかしいと思うよ。そうね、葵。では、動画の締めくくりに向かっていこうかしら。でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。元 NBA 選手たちによる規約の抜け穴をついたエントリー宣言から始まったこの問題はスポーツ界全体における公平性と性自認のあり方に大きな波紋を投げかけているわ。今週のタスクフォース会議でリーグがどんな決断を下すのか私たちも引き続きしっかりと見守っていかないといけないわね。ほんとそれたい。甘いルールをこのまま放置しとったら女子スポーツの未来がなくなってしまうけん、リーグにはしっかりとした毅然たる態度を示してほしいばい。ということで、今日は WNBA のドラフトに元 NBA 選手2人がエントリーを宣言した騒動と女子スポーツの公平性をめぐる大論争という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。